皆さんこんにちは。無国籍ネットワークユースの小川です。今日は皆さんに陳天智先生にお話ししていただいたオンラインセミナー無国籍って何を見ていただきたいと思います。このセミナーでは陳先生からご自身のご経験や生い立ちについて説明していただいた後に、私から3つの質問をしました。では早速ご覧ください。はい、皆さんこんにちは。はじめましての方もいらっしゃると思うんですが、あと久しぶりにお会いする方も多いかと思います。私は現在、早稲田大学からサバティカル特別研究機関をいただいて、マレーシア、シンガポール国立大学に所属しているんですが、今マレーシアに住んでいて、なのでちょっとバッグもこの南国風にしてみました。今日は無国籍ネットワークユースの主催で、この無国籍って何というお話をする機会をいただき、とても嬉しく思います。で、時間も限られているので、簡単に、まずは無国籍といって皆さんがどんなことを連想するのか、頭で思い浮かべてみてください。3秒ぐらい。そして今日はここで皆さんといろいろなタイプの無国籍者がいること、そして無国籍っていうのが一体問題なのかどうかということをもう一度考えること、そして私自身の経験をシェアするということなので、私自身が経験したアイデンティティの葛藤なりというものを皆さんと共有したいと思います。私が無国籍になった原因は外交関係が背景でした。で、これは私の父の写真ですが、満州時代を経験していて、中国の東北部、ハルピンの方なんですが、故郷です。そして1921年に生まれています。今年99歳になる父です。で、父はその満州時代、そして中国国内の内戦や日本との戦争を経験して、後に台湾に渡りました。そして台湾で母と知り合って結婚しました。で、父と母は台湾で結婚した後、10年間ぐらいは台湾に住んでいたんですが、その後日本に移住してきました。で、これが日本に移住した後、私が生まれた時の写真です。日本に生まれてから8年ぐらい後に、1972年に日中国交正常化、日本が中国と国交正常化して、台湾とは中華民国の方と断交せざるを得ないことになったときに、私たちの家族は海外に住む華僑として国籍の選択を迫られたんですね。で、その時に親は中華人民共和国の国籍というのも、共産主義だったので、あまり喜んで取得することは、変更することはできない。そして日本の国籍も日中戦争を経験したことから、日本には移住したけれども国籍を変えるのは躊躇があったということで、無国籍となりました。で、この写真は、私が9ヶ月ぐらいの時ですかね、ちょうど無国籍になった前後の時の家族写真です。で、その後私は日本、横浜で生まれ育ちました。で、私の生い立ちですが、横浜というのは、皆さんもご存知のように非常に国際的な環境なので、インターナショナルスクールで幼稚園はインターナショナルスクールに通って、数ヶ月日本の幼稚園、9ヶ月ぐらいですかね、に通った後、横浜の中華街の中にある華僑学校で学びました。それが元で中国語も読み書きもできるようになったんだと思います。そして日本の高校、大学と進学し、その後、マスターコースの頃に、修士課程の頃に、香港に1年間留学し、その後、博士課程に進むことになった後に、アメリカで3年間勉強しました。
で、そういった経験の中、私は1歳になる前に無国籍、中華民国国籍から無国籍になったんですが、30年間ぐらい、さっきお話しした、経歴の中で、ずっと無国籍という証明書を持って生活していました。そして日本で暮らしている時も、どうしても無国籍、もしくは私の名前からして外国人であるので、日本ではマイノリティとして生活する中で非常に嫌だったっていうのがあって、アメリカにアメリカに渡って、場合によっては移住してしまおうという気持ちがあって、大学院の頃にはアメリカに行ったのを覚えてます。で、その博士課程がもう終わるか終わらないかぐらいの時に国連での就職を試みたんですが、国連での就職の際に、シティズンシップ、国籍の欄を何と書いたらいいのかわからなくて、開けたままにした時に、あなたの国籍は日本ですよねって言われたんですが、日本ではないですと言ったら、じゃあ中国ですかと言われて、いや、中国でもないですと言われて、結局、パスポートみたいなのは台湾のを持ってるんですが、国籍はないですと言ったら、国連の加盟国でない人は雇えないんですと言われて、そこでも国籍の壁を経験して、で、肩を落として、ニューヨークからボストンに帰ったのを覚えています。で、その時に初めて無国籍、自分と向き合わなきゃいけないと思って、無国籍の問題からはずっと逃避してたんですが、自分のこのこれは私の免許証です。で、ここの本籍欄、私のカーソル見えますか？このカーソルのところを見ると無国籍と書いてあるのがわかると思いますが、これから逃げてはいけないなと思って、無国籍、自分と向き合う決断をしました。で、日本にいるときには、銀行口座の開設であったり、クレジットカードの契約であったり、アパートの賃貸をするときも、あとはもちろん就職も無国籍というのが障壁になって、自分のアイデンティティも、一体全体自分はチャイニーズとして育ったのに、なんで無国籍なのという思いがあったんですが、こういったのから逃げずに、アメリカとか空間的に逃げてもダメだと思って、この問題に向き合うことにしました。で、1999年の頃に、まだアメリカにいた時に、無国籍の研究、無国籍について調べ始めたんですが、その時は無国籍の人々というよりも、全然無国籍に関する研究がされてなくて、先行研究が見つからなかったんですね。で、その時には無国籍料理や無国籍企業については、そういった本はあったんですが、無国籍の人々については研究がなされてなかったので、自分でするしかないと思って研究を始めました。で、日本に無国籍の人がいたんだよということを知って、で、沖縄にインタビューに行ったり、あとは自分自身が無国籍だったので、まずは父にインタビューをしようと思って、父のインタビューを始めました。で、その後日本に戻って本格的にこの無国籍について研究をするようになりました。で、この本は2003年に出版した本です。で、この無国籍について書いた後、意外に当事者の人であったり、弁護士の人であったりという方々から相談の連絡が、私が当時所属していた国立民族学博物館というところのオフィスに電話が来たり、あとは手紙がこの本を読んだことで似たような経験をしている人がいて相談がありますという手紙がたくさん寄せられるようになったんですね。そして、自分だけでなく、もっと実はいろんな人がこの問題を知りたがってて、似たような経験をしている人たちから発信したら、
いいんじゃないかと思って、国立民族学博物館にいるときに無国籍をテーマとしたシンポジウムを初めて日本で開催しました。で、その時には私は文化人類学をベースにしているので、無国籍の人に来ていただいてお話をするというシンポジウムを開催して、もう一人法律の先生で安倍先生がそのコメンテーターをしてくださって、東京の渋谷の国連で開催したんですね。で、その後そのシンポジウムが意外にも多くの人たちから反響があって、翌年無国籍ネットワークを発足しませんかということで、2ヶ月後に無国籍ネットワークが発足しました。で、これはそのホームページです。興味がある方はホームページの方をご覧いただければと思います。で、無国籍ネットワークでは無国籍の方の法律相談をしたり、無国籍の方たちが交流できる場、そして無国籍のことを知ってもらう機会を作るためにセミナーなどをしております。で、メディアにも注目されるようになって、こういった形で無国籍の方を取り上げていただけるようになりました。で、私の方はその後、韓国語、あとは新書、そして中国語にも翻訳されて、海外で読んだ方々からも声がかかって、最近ではマレーシアのタワーなどに学生を連れて行くことも増えました。で、2013年私が早稲田に転任した後、翌年に無国籍ネットワークユース、今日の主催のユースが発足して、そのユースが写真展を開催したり、あと無国籍の方々がお話しする機会を作ったりというのをしてくださっています。で、これは私が国連でも2014年から無国籍者に注目したキャンペーンを始めていますが、そういったキャンペーンを機会に海外の研究者であったり、これはすべて無国籍の方たちですが、こちらは海外ハーグで開催された無国籍の国際シンポジウムでお話をした時の写真です。で、海外でも現在では非常に無国籍の問題が注目されて、そしてこれは、法的なサポートがベース、法的な研究が多いんですが、そういった研究が増えてきたことは非常に嬉しい、喜ばしいことだと思います。で、こちらは2014年に発足した無国籍ネットワークのユースの団体が、私がかつて関わったドキュメンタリーを全部翻訳して、難民映画祭などに申請して、これが上映された時です。ユースが非常に頑張っていて、2016年にはこの新聞にあるように、大学生たちがこの無国籍支援に関わっているということで、非常に注目され、そのユースたちの活躍が注目され、今日もそうですが、ユースたちの新しい力が非常に私たちのパワーの源になっています。私の時間はどうでしょう？これくらいでも大丈夫ですか？あと2分ぐらい。あと2分ぐらいですか？はい。はい。そして私は日本以外にユースたちと一緒にマレーシアのタワーであったり、数年前はタイの北部であったりというのを調査してきました。で、5年ぐらい前にはパレスチナの方のシリアの花嫁という映画を皆さんご存知かどうか分かりませんが、イスラエルとシリアの分断によって無国籍の人たちが集中している村があるんですが、そういったところに行ったり、世界各地の無国籍の人たちがいるところはできるだけ行くように
できる限り行って現状を知ったり、日本との違いを知ったりというのを心がけるようにしています。で、現在こちらに来て、シンガポールに来たのは、無国籍のこの本をできれば英語にしたいというふうな気持ちもあって、今はその英訳に、英訳をしようと思って、で、それを通じて無国籍を経圏した人間から、無国籍の問題について発信するということが、諸外国、英語圏にもできればなというふうに思ってやっています。はい。ありがとうございます。私のケースを先ほど話しましたが、私の場合は無国籍になったんだけれども、日本の永住者のまま、在留資格は日本の永住者のまま無国籍だったんです。で、先ほど私の場合はそのため学校に行ったり、例えば就職したり、病院に行くにも保険があったり、国民年金保険があったりしたんですが、一方で在留資格のない無国籍の人たちがいるんですね。で、在留資格があるかないかで非常に大きく変わってきて、在留資格のない無国籍の人たちの場合は、証明書もないので、医療を受けるにも 100% 自分で払わなきゃいけないとか、学校に行くにも市町村によって受け入れてくれるところと受け入れてくれないところとあった、そういった違いがあります。で、それについては、こちらのを見ていただきたいんですが、現在、無国籍の人たちの人口は1000万人、世界では1000万人ぐらい、そして日本では在留カードを導入後はだいたい600人ぐらいで推移しています。で、これは無国籍と証明書上無国籍と書いてある人で、先ほどもお話にあったように、事実上の無国籍と法律上の無国籍の話が栗本さんの方からありましたよね。その違いについても少しお話ししたいと思うので、ちょっとこちらを見ましょう。例えて言えば、ベトナム籍となっていても、ベトナムに国籍がない人がいます。で、例えば朝鮮籍と日本でなっていても、朝鮮人民共和国の方に国籍がない、パスポートが取得できないという人たちがいて、そういった人たちの場合は、非常に無国籍状態にあるという人たちです。その数はこの600人を推移している数よりもさらに多いと思われます。でこれは先ほども参考文献ここ落ちてしまってますね。山村先生と私で昨年編著した移民がやってきたという本から抜き出したものですが、これは無国籍の人数の推移なんです。で、1997年、98年ぐらいは2000人ぐらいだったんですが、その後、だんだんと減ってきています。そして2012年になると、ぐんと減って、これは在留カードを導入した後ですね、ここは600人ぐらいで推移しています。これが日本の外国人登録、もしくは在留カードの登録上、無国籍となっている人の数です。で、事実上の無国籍、例えばベトナム国籍であって、ベトナムにパスポートが、ベトナムからパスポートが取得できないというような人は、この数に入っていません。で、大きく分けると、5つの類型があるというふうに思われます。1つは未登録の人。どこにも子供が生まれても、自分が、お母さんがオーバーステイ、お父さんが誰かわからないというので、子供を登録していないようなケース。
で、第2に非正規滞在、オーバーステイで無国籍である人。あとは3つ目には、オーバーステイで、だけれども国籍は〇〇国籍となっている人。で、これは在留カードが導入される前、ここに無国籍とされている、わかりますか？書類の、私、カーソルが動かせなくなってしまいました。はい、見えます。ごめんなさい。ここに無国籍となっていますが、在留資格なしという、在留資格がないというふうに明記された外国人登録証が2012年以前は発行されていました。で、この時は区役所が市町村、住んでいるところの役所がこれを発行していたんですね。で、2012年以降は、すべてそれが法務省の統括になって、在留資格がない人には、もうこの証明書は発行されなくなったんです。で、このまだ発行されているときは在留資格がないというものが書いてあっても、郵便局の、ゆうちょの口座が開けたりとか、そういったことはあったんですが、今はそういったこともできなくなりました。で、さっきの3つは、さっき挙げた1のタイプ、2のタイプ、3のタイプはどれも在留資格のないケースですが、4のタイプと5のタイプは、在留資格があって、正規滞在で国籍が未認定。例えばベトナム国籍と書いてあるけれども、ベトナムのパスポートが本当に入手できるかどうかわからないタイプの人。あとは正規滞在で無国籍者。この5のタイプは私のように永住権があって、だけれども、身分証明書上に無国籍と書いてある人のタイプです。これをチャートにすると、あるかないかで、まず日本に登録があるかないかで分けられて、累計がどっちに行くかというのが見えてきます。そして在留資格があるかないかでまた変わってきて、そしてどの累計なのかっていうのが見えてくると思います。これが先ほど話した1の累計、そして2の累計、3の累計、4の累計、5の累計となってきます。で、これは在留カードを導入する前なんですね。で、在留カードを導入した後というのは、この在留カードがないところの人たちが全部1の累計になりました。何の証明書もなくなってしまったんですね。在留カードがないことによっても証明書を発行できないということになったので、かつて在留カード、オーバーステイでも何か証明書があった人に関してはもうどこにも登録されなくなったので、累計1の人がどんどん増えていったという形になります。なので、先ほどの人数がぐんと減ったというのも、無国籍の数がぐんと減ったというのも、この関係があると思われます。で、この在留カード導入後は、非正規滞在者は対象外になって、累計1の人が増えました。で、これは、1、2、3、4、5という累計を見ていくと、1の累計が一番危険度が高い。もしくは不確実性で証明書がないことによって、あとは不透明、もう透明人間のような形で生活しているので、病院に行くのにも不便であったり、教育を受けるのにも非常に不便であったり、場合によっては自分自身が怖くて外に出られない、出歩けないという人たちがいると思います。そして、証明書があることによって 5の累計になると、4とか5の累計になると、今回の、例えば一番わかりやすいのは、今回の COVID で特別給付金が得られる人たちは、この正規滞在であって無国籍者であっても、この特別給付金が得られる。しかし、
123の非正規滞在もしくは登録されてない人の場合は、それができないというふうになっています。その違いが今、小川さんが質問くださった在留資格があるなしで一つのまず大きな不便の分かれ道になる。あとはその身分証明書上無国籍と書いてあるかどこかの国籍と書いてあるかによっても違ってきます。で、どこかの国籍に書いてある方がベトナムとか何か書いてある方が相手方はあなたベトナム人なのねということで安心するんですが、しかしこの人が例えばベトナムに渡航しようとしたときにベトナムからパスポートを取得しよう、ベトナム大使館に行ってパスポートを取得しようとするときにベトナム大使館がいやあなた登録されてませんよと言われるケースがある人たち。その場合はその人たちはそこになって初めて私ってベトナム人じゃないのってびっくりして、10代、20代とか、あとは結婚するときに、独身証明書をもらってきなさい。自分の国から独身証明書をもらってきてくださいと言われて、大使館に行って独身証明書を取得しようとすると、パスポートがないことによって、実はあなた、うちの国に、あなたっていう人間は存在しませんよ。日本の証明書にどこどこベトナム国籍とかタイ国籍と書いてあってもあなたは私たちの国では存在しない人間ですと言ってそこで初めてショックを受ける人たちもいます。で、私のような登録書上に無国籍ともうすでに書いてある人間の場合は無国籍の場合は再入国許可証を日本から取得して海外に行くことができるんですが、その場合は全部ビザを申請するんですね。で、すでに無国籍と書いてあることで、就職であったり、銀行の口座開設であったり、アパートを借りるという時に差別や偏見を受けるんですが、4のタイプと5のタイプでの違いは、もともと自分がそれを意識しているかどうか。で、4のタイプの場合は、どこどこ国籍になっていたので、そこの国籍だと思っていたのにもかかわらず、後になって、壁にぶち当たるというところの違いがあるのかなと思います。で、123の場合は、もう在留資格がないことによって、ぶち当たる壁はさらにもう法的な支援であったり、さらに難しくなっていくということですね。実は今も話したように、皆さんパスポートについては旅券、パスポートと一括りに言っても旅券と通行証というのがあるんですね。でこれは私が持っていたパスポートなんですが、国籍が、これは日本は皆さん日本の赤とかブルー、紺のパスポートを使っている場合、日本は外務省が日本国籍を有する人に発行しています。で、私のように日本で無国籍だった人間の場合、この法務省が発行する再入国許可証というのを使って海外に渡ることができます。その場合は、日本に、今は在留カードになってからは、永住者の場合は再入国許可を取得しなくても、もう行けるように再入国できるようになったんですが、私の頃はこのように国籍、無国籍と書いてありますが、この裏のページに日本に再入国するビザを発行して、再入国許可を発行してもらって渡航しました。で、こちらが今度は行き先国ですが、台湾に行くときは、この中華民国5省といって、中華民国が
海外にいる華僑に発行しているパスポートのようなものです。で、パスポートと言ってもいいですね。これは、で、私の場合は台湾に戸籍がなかったので、このパスポートを使っても、このパスポートだけではダメで、先ほどの再入国と同じように、台湾に入るためのビザというのが必要でした。で、一方で、緑色の方は、中華人民共和国に入るために使うトラベルドキュメント。で、こちらは、水色の方は香港に入るときに使うドキュメントだったんです。この4冊を使い分けて、海外に渡航することはできます。でも、私がちょうど皆さんぐらいの大学生の頃、21歳ぐらいの時に、両親とフィリピンに会合があって、フィリピンに行った帰りに4日間ぐらいフィリピンで滞在して日本に戻ってくる予定だったんですが、母が急にちょっとフライトも台湾経由なので、台湾に寄って日本に帰らない。兄が台湾でその時働いていたので、兄に会って帰ろうということになって、前日か前々日にフライトを変更して台湾に行くことになったんですね。その時に私はこの台湾に入る時には台湾のこのパスポートを使って入ろうとしました。で、両親はもうすでに入ったんですが、私が入ろうとしたら、ダメだと言われて、検査官に返されたんです。で、私自分の国に帰るのになんで入れないんですかって言ったら、あなたの場合は、このパスポートの人の場合は、ビザがないとダメなんですと言われて、私ちょっとびっくりしたんですが、で、皆さんここに X と書いてありますね。ナンバー X と書いてあるの分かりますか？ X パスポートっていうのがそういうパスポートなんです。見た目には一緒なんですが、この X パスポートを持っている人は、ビザがないと台湾には入れないんです。なので私は自分の国に入れないっていう打撃を受けてびっくりして、ターミナルに戻ってもフライトを変えて、親はもう台湾に入ってしまったので、今度私がじゃあ日本に帰るしかない。日本に帰るフライトに変えて、今度は日本に日本に帰りました。で、日本では永住者なので、これと、あとは当時の外国人登録書を出して、入るために交渉したんですが、今度は私のこの再入国許可書と、外国人登録書を持って、審査官も、あなたは今から台湾に帰りなさいって言ったんですね。で、私どういうことですかって言ったら、あなたはもうこのビザが切れているので、もう再入国できません。ビザが切れている人は、もうこの永住者の、在留資格も放棄するとみなされるので、もうあなたは入りませんと言われて、ちょっとショックを受けて、その時に初めて、無国籍、私の無国籍ってこういうことだったのか、それまではあんまり無国籍について考えなかったし、人にも言わなかったんですけれども、この国境っていうのをもう肌で感じたときに、私ってどこにも必要とされてない人なのねというのをすごいショックを受けたのを覚えています。で、この無国籍の運転免許証も人には見せないで、できるだけ見せないでいたんですが、そうですね、その経験をしてから、やっぱりどれぐらい必要としたのかな。この経験をしたことによって、国境っていうのがこんなにも分厚いもの、今回の COVID もそうですが、再度経験してますが、国境というものがこんなに恐ろしいことであって、こんなに壁が
高いものであるんだということを思ったのと、あとは、なんて言うんでしょう。なんて言ったらいいのかな。これからは抜け出したいっていう思いがすごいあって、で、日本が私を差別してるんじゃないかって思ってたんです。で、もし私が華僑でアメリカに生まれたら、アメリカ国籍だっただろうし、私が日本で生まれたからこうなんじゃないかって思ったのがあって、日本から脱出したい。香港に行く。そしてアメリカに行くという選択をしたんだと思います。で、はい、今のについては、その後、これは2016年だったかなに出版したものですが、そんないろんなパスポートのあり方とか違いとか、実は非常に神聖な、これを見れば絶対間違ってないんだろうというふうに思うパスポートであっても、実は隙間があったり、身分証明書にはこうなんかズレがあるっていうのを暴いたのがこのパスポート学っていう本で知っていることなので、もし興味があったらこちらも見てみてください。ありがとうございます。今、国籍がないことで所属がないのは法的な意味での所属なんですよ。実は文化であったり、民族的な背景であったり、言葉であったり、そういうのはもう体に染みついているものであって、法とは別に、法では認められてなくても、自分には話す言葉が、人とコミュニケーションするときに話す言葉があるし、民族的な背景とかっていうのは親からこう与えられたものであって、あとは文化的に身につけるものであったり、社会的に人々と交流することによってこう身につける文化であったり、習慣であったりっていうのはあるんですよね。無国籍の人がないというわけではなくて、無国籍はあくまでも法律上の問題であって、で文化とか言語とかそういったものはまたちょっと違う次元の問題かなと思うんです。でそういうことを考えたときに、私の場合は日本で生まれて日本で育って、そして中華系の親のもと中華街で生まれ育ったので、日本語と中国語はこう身につけていた。自然に身につく。日本人とは認められないかもしれないけれども、今、皆さんとこのように日本語で交流していますよね。で、日本を自分の生活の基盤にしてきたりっていうのは、身につくものなんだと思うんですね。で、だけれども、そこで難しくなってくるのは、皆さん、これ知ってますか？サードカルチャーキッズっていう本を知ってますかね。で、なんか親の国でもなく、そして自分が生まれた国でもなく、違う国に住んでいる子どもたちはどんどん増えていると思うんですよね。で、そういう子どもたちをサードカルチャーキッズってカメレオンみたいに生きている子だっていうふうに言ってるのがこの本なんですけど、そういう今世界でこの移住をする人、今は本当に今年に入って COVID があって人の移動が制限されて非常に壁がある状態になっていて、私たちがこの過去数十年経験してこなかった非常に国家をベースにした壁があるんですが、でも実はもう移住をして日本にもう200万人もの外国人が住んでいて暮らしていますよね。で、そういった移住をした人たちは移住先での文化や言語も身につけるし、母国の教育もしくは母国の
おじいちゃんおばあちゃんとの交流によって何か文化的にもちょっとお年玉をもらう時ってこうなんだ、お正月の時はこうなんだっていうのを経験してると思います。そういったいろんなものがあって一人のアイデンティティが出来上がってるので、国籍イコール民族イコールアイデンティティというかつてのアイデンティティ論、そういったものはもう古いのかなっていうふうに思います。なので無国籍の人であっても生まれたところであったり、その親から伝えられてきた言葉であったり、食べ物の食文化であったりっていうのはあって、そこからは何らかのアイデンティティが形成されると思うんです。で、私はそれをレインボーメタファーって言ってるんですけど、私自身のアイデンティティは非常に多層になっています。日本で生まれ育った自分であったり、家族とのバックグラウンドから中国系であるというもの、そしてアメリカにいた頃の経験であったり、非常に多層なもの、あとは大学時代の友人との関係であったりっていう多層なもので自分という人間が形成されているので、私をどれかだけ、どれか一つ、あなたは日本人ですかというので答えられない。Where are you from? 私、アメリカにいるときに Where are you from? っていう質問に対して非常に悩んだんです。I'm from Japan. だけど、Japan では私のことは全部表現できない。I'm Chinese born in Japan というふうに表現することでどうにか。じゃあ、Chinese だったら中国のことは知ってるのって言われても中国に暮らしたことないので、それは中国で今どんなドラマが流行ってるかとかっていうのを答えられない。そういった非常にいろんな狭間にいる、そしていろんなレイヤーがあって、なので虹のメタファーというのは虹のように自分は変容自在であって、いろんなカラーがあって自分がいるっていうように思うんです。それが私、なんていうんだろう。これから私だけでなくて無国籍のを経験した人もそうだし、私は無国籍だったっていうことも自分のアイデンティティの一つになってますし、で今無国籍を経験している人たちもきっと親の世代のことであったり、自分が経験してきたことであったり、あとその生まれたところで学んだ言葉によって自分のアイデンティティを形成しているんだろうなと思います。そこで法的に制限されるっていうのはあるかもしれないけれども、それを乗り越えるための何かサポートであったり、社会的理解であったりっていうのがあればなというふうに思います。ありがとうございます。はい。法的、そのアイデンティティの形成のためには法的に所属するという意味での国籍が必要なわけではなくて、あくまでも育ってきた環境がその人のアイデンティティを想像するということでもですよね。でも法的なその身分証明書ももちろんその人のアイデンティティに非常に大きな影響を与えると思います。私も無国籍だったっていう証明書があったので、私のアイデンティティの一つに無国籍であるっていうのがずっと染みついている。だけれども、それだけで他のアイデンティティ、文化的なものとか民族的なものとかっていうのが払拭、全てノーってなるわけではないっていう意味ですね。じゃあその無国籍の方々のアイデンティティというものを支えるためにも私たちができる無国籍の方々にできることとしてはあなた無国籍の方に寄り添ってあげるだとか、そういうことが必要になってくるんでしょうか。そうですね。それはすごい私と思います。無国籍の日常、無国籍の人たちの日常を知るとか、で彼らがどんなことで困ってて、もしくはどんなことで喜びを感じるとか、でその思いに寄り添ってみる。で無国籍と有国籍の人を分断するんじゃなくて、同じ人間として
認め合うっていうことができたらいいなというふうに思います。で、今非常に国籍ありきの時代に私たちは生きてます。現在も国籍がないと移動が不便であったり、国籍がないと何か入国できない国があったりしますよね。COVID なんか特にそうですが、今自分の国籍を、自分の国の国籍の人をまず入れる。で、あとはどんなビザを持っているかで対応が違ってくるというふうになってますが、でも、今これだけもう移住している人たちが、すでにいるような時代、国籍イコール権利っていうのとは違う制度設計をすべき時代に私たちは生きてるんじゃないかなと思うんです。この間も見たんですが、私は今マレーシアに住んでいて、そして日本に帰りたいと思って、で子供がここで学校に通ってる。COVID があって、今日本に一旦帰ることができても、今度マレーシアにもう一度戻って、学校に通ってるのに戻れない可能性が出てくる。そういうのは非常に、なんていうんだろう、時代遅れというか、人間の生活に効率とか制度が追いついていってないんじゃないかなと思うんですよね。で、無国籍に関しても同じで、すでにこの国籍という制度があったら、無国籍の人が生まれるのは当然のことなんですよね。コインの表裏のように。国籍という制度があるからこそ無国籍の人が生まれる。なのでその国籍がないことがないとこの権利を与えないというのではなく、無国籍であっても一定の権利とか地位を享受できるような社会、それはその土地にその生まれ育ったところとか移住した先で税金を払っているんであれば、それを享受できるようなその制度に変わっていくっていう時代をになっている、もうすでにそういうふうなのを見据えて、その社会を作っていくっていうのでも必要なんじゃないかな。例えば今回の COVID なんか特にそうですね。COVID、コロナ自体は人間誰をも差別せずに、この国籍だからあなたに移す。この国籍じゃないからあなたには移らないっていうような問題ではないです。そういうものではないですね。誰にでも平等にリスクがあるもの。それをこの国籍があって、ここに在留資格があるから、サポートをする。在留資格がないからサポートをしないってした場合、じゃあこのサポートされなかった人たちが感染して、サポートされている人たちに、また感染が広がるっていうのは、本末転倒じゃないですか。そういうのと一緒で、人々、同じ社会にいる人たちも同じ人間として平等に扱われる。で国籍の有無でない、ではなく、もう、また違った制度設計が必要になってきてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんご覧になってどうでしたか？感想などもお待ちしておりますので、コメント欄に記入していただけると嬉しいです。これからも無国籍に関する情報をどんどん発信していこうと思うので、チャンネル登録もお願いします。